どうもリクです。今回はエイブルギャリーから発売されたパッキングキューブ、このキューブスについてちょっと話していこうかなって思います。最初見た時は、正直ただのパッキングキューブだからあんまり喋ることないかなって思ってたんですが、使ってみて、僕この前出張で中国行ったり四国行ったり長距離移動でこのパッキングキューブを用途に合わせていろんなサイズを使ってみたんですが、結構面白い製品だなって思ったので、ちょっと何が面白かったか語っていこうかなって思います。それでは行ってみましょう。まず今回からちょっとこの画角にしてみました。これ同時にここにカメラがあるんですけど、こんな感じで俯瞰で撮影できるスタイルをちょっと試してみようかなって思ってて、このパッキングキューブ自体も結構いろんなデモンストレーションをしながら喋った方が分かりやすいかなって思ったので、今回からちょっとこのスタイルで試してみます。あとちょっと風邪ひいて病み上がりっていうのがあって声があんまり出ないのでご容赦ください。まずこのキューブについては公式サイトではこの3つセット売りで売られてる製品になるみたいです。他の店頭だったりではね、バラ売りされてるところもあるかもしれないんですけど、一応これが3つ必ずセットで買うものですよっていうものみたいです。特徴的なのはこのガバッと開けると、もちろん大きなスペースになってて、ここにいろんな衣類だったり日用品をしまえるっていうのがあるんですが、オレンジ色のプルを引いてもらうと、ここは拡張機能になっていて、よく圧縮機能としてこういう構造が使われることは多いんですが、このキューブスに関しては拡張圧縮機能っていう風に謳っているので、荷物を必ずしも圧縮するための機構っていうよりは、荷物増えた時に対応できるように拡張のこういった街としても活用してくださいねっていう、そういうメッセージだと思うんですが、この大きいものにこの拡張機能が使われていることってよくあるんですけど、今回このねちっちゃいのとさらにこのミニタイプのものにもこの拡張機能が備わっているのが結構面白いなって思いました。あとやっぱり特徴なのは、この小さいサイズ以外のこの中と大に関しては、この裏側にこういった感じの薄まちのポケットがあって、結構この辺の浅いトップポケットがあったり、こういうキーループがついていたり、これだけでもね一つのバッグとしても使えるような、そんな設計になっているのが非常に面白いパッキングキューブだなっていう感じです。このちっちゃいのだけはね一つの部屋に限られているので、ここだけちょっと注意した方がいいかなって思いますが、基本的には同じような構造をしています。ここからはこの製品を使っていてすごい良かったな、個人的に面白いなって思った点を話していきます。まず最初の良かった点は、このサイズ感に対して非常にコンパクトに感じるっていう点です。実際に荷物を詰めてみて閉じるとこんな感じでシルエットが出て分かりやすいんですが、こういう感じでエイブルキャリーのバックパックさながらのダーツの入ったデザインになってて、この大きさの割にすごいコンパクトに感じるんですよね。実際にカバンに入れるパッキングキューブがコンパクトに見えるってそんなにメリットないように感じるんですが、僕はこのパッキングキューブを使ってどういう活用をしたかというと、中国に行った時はホテルの荷物をトラベルバッグから荷物出して、でホテルに置いておく荷物を全部このキューブに入れてしまって、これをそのまま金庫にポンって入れちゃいました。で金庫結構大きめではあったんですけど、結構このぐらいだと入っちゃいましたね。実際持ってったのはこの2つだったんですけど、このまんまに衣類だったり小物みたいなもの、貴重品みたいなもので、ちょっと清掃とか入った時に盗難とか心配だなって思うものをこのキューブスに入れて、それを金庫にそのままスポッて入れる時に、この丸みの帯びたシルエットが非常にすんなり入って、でその他の貴重品なんかも隙間に入れられたんで、このシルエットはすごくいいなって思いました。あとはちょっと四国に行った際はちょっと温泉付きの旅館に泊まったんですが、これをそのパッキングキューブとして使って、で旅館に着いたらここに着替えとか石鹸とか
なんか保湿剤とか自分用に持ってきたバス用品をここに入れて、こんな感じでそのまんま温泉に行く、大浴場に行くみたいな感じで、温泉バッグとしてもすごく便利に使いました。こんな感じでこうハンドルがちゃんとトップとサイドについてるんで、ミニバッグとしても優秀すぎるぐらいちょっと使い心地いい設計になってますし、あとはこの辺ね、こういう長めのポーチがあって、ここにスマホとかも入るんで、旅館とかに行くと結構浴衣姿になって館内を歩いたりすると思うんですが、あれってポケットがないことが多いので、結構スマホとか財布とかの入れ場所困るんですけど、これ1個こうやって手に下げて持っていくと、ここにスマホも収納できますし、お風呂セットもここに入っちゃうので、すごく便利だなって感じました。1つ目の良かった点は容量に対してコンパクトっていう点です。2つ目の良かった点は、ここのサイドにループがあるので、ストラップつけるとそのまんまショルダーバッグになってしまうという点です。こんな感じで側面が一周ナイロンテープで囲われてて、こうバータックが至る所に入っているので、この辺もループとして使えますし、この辺も使えますし、こういうところに何でもいいんですけど、他の製品でこう付属してるショルダーストラップなんかをこうやってつけることで、結構いい感じのショルダーバッグになっちゃうんですよ。中くらいのサイズに関しては結構長さもあるので、ペットボトルなんかも簡単に収納できてしまいますし、何せ拡張機能が備わっているので、このまんまね、旅行先でホテルに荷物置いて、これだけで外出て、なんか買い物して荷物増えたってなったら、このオレンジのプルをガーッとやってしまえば、こんだけ容量が拡張するので、多少荷物増えてしまっても全然安心っていう感じで、ショルダーバッグとしても非常に優秀に使えるっていうのが面白いなって思いました。ただ拡張するとこういう感じでグッとせり出るので、シルエットは若干崩れますが、旅行先でちょっと使うぐらいだったら全然問題ないというか、むしろ使いやすい優秀なバッグだなって思います。次の良かった点は、このファスナーの分かりやすさですね。さっきから何回もやってるのでお分かりかと思うんですが、このね、拡張部分だけオレンジ色のファスナーになっているので、さって物を取り出す時にどのファスナーを引けばこう中にアクセスできるのかっていうのがすごく視認性よく分かりやすいなって思いました。結構こういうね、ファスナーがこう3本とか多い製品ってどのファスナーを開けたらいいかってパッて分かりづらかったりするんですが、これちゃんと真ん中のこの拡張ファスナーだけオレンジになってて、結構これも差し色になってて可愛いので、この主張しすぎないデザインでこう視認性というかいい体験を確保できているのは非常に優れたデザインだなって感じます。ここまでが使っていていいなって思った点でした。ここからは少し気になるなと思った点を話していきます。1つ目の気になった点は、中にポケットがあまりないという点です。これはあくまでパッキングキューブなので当たり前っちゃ当たり前なんですが、僕結構これをサブバッグというか一つのカバンとして使ってしまっているので、このメインのところになんか1個ポケットがあったりしたらさらに使いやすかったなっていうのは思ってしまいました。ただね、この背面部分にね、大きな薄待ちのスペースがあって、この上にはポッケあるので、ポケットが全くないわけではないというか、むしろパッキングキューブにしてはポケットとかこういった構造は多い方なので、そこまで気にならないかもしれないですが、この大きなスペースに関してはどれもポケットがないっていう感じになってるので、この中にもうちょっとポケットが1個とか2個とかあったら、もうほぼカバンとして使えるようなそんな製品になってたんじゃないかなって思います。この小さいやつとかすごいサイズ感的にもちょうどいいので、なんかガジェットポート的に使えたらいいなとかって妄想してしまったんですが、この中はね、何もポケットなくて、この一番小さいやつだけこの薄待ちのポケットがついてないので、これがちょっと個人的には惜しかったなって思いましたが、これはパッキングキューブなんで、ポケットはない方がより多くのものを収納できるっていう意味ではこっちの構造の方がいいんじゃないかなって思います。
次の気になった点はパッキングキューブにしては少し重いという点です。先ほどからこんなに機能があって便利ですよって説明してるんですが、もちろん機能が追加されてファスナーやこういった生地が増えれば増えるほどこの本体の重さはどんどん重くなっていきます。逆にこういう無印のパッキングキューブなんかは本当にただのペライチの生地で覆われている分すごく本体が軽量になっているので、単純に荷物をこうまとめられればいい衣類とかを一つの四角い塊にしたいっていうだけの用途であれば、こういう薄まちの方がより軽く物を持ち運べるので、重さについては少し注意した方がいいなって感じました。実際に測ってみると、一番大きいサイズのキューブを中身空っぽの状態にして、これちゃんと機内持ち込みする際の規定の範囲かどうかみたいな確かめるための重量計なんですが、だいたい0.2 キロぐらい、200グラムぐらいこのキューブスの場合はあります。一方でこの無印のパッキングキューブ、これは S サイズ、大きさ的にはねこの無印の方が当然ちっちゃいんですが、こんな感じでまとめて計測してみると、ほぼ重さとして認識されない、ほとんど 10g 以下って感じになってるので、こういう本当にペラペラのものと比べてしまうとパッキングキューブの割にはちょっと重いなって思います。なので、より荷物を軽くしたい人にとってはこういうシンプルなパッキングキューブの方がいいんじゃないかなって思いますが、正直バックパック自体結構重くて機能ゴテゴテのものを使っている人にとっては、こっちを使ってもほとんど誤差の範囲なんじゃないかなっていう気もします。次の気になった点は裏表が少し分かりづらいという点です。このキューブスはこの背面の薄まちのポケット、表面のメインのポケット、そしてこの拡張用のファスナーっていう風にこう3つファスナー構成されていて、で真ん中ら辺にこういうベルトハンドルがついているので、パッと見こうどっちがメインでどっちが背面かっていうのが分かりづらい時がちょっとありました。よく見るとここのねベルトが真ん中じゃなくてこの拡張ファスナーの隣に来てるので、よくよく見てこうロゴとかこういうねトップのループとかで判断すればどっちがどっちか分かるんですが、これメインも背面もどっちもダブルファスナーになっているので、あまり手元を見ずに去って物を取り出そうとした時にメインかと思ったらこう背面の部分で違ったみたいなことが何回かありました。なのでこのメインセクションと背面セクションを結構シームレスに使い分けるというか使いこなすには結構時間かかるんじゃないかなって思います。以上がこの製品を使ってみて少し気になるなって思った点でした。総合的にはすごく面白い製品だなって思いました。こういったね下の部分にも13デイバッグの下部にあるようなループがついていたり、こんな感じで中の方にもマックスバックパックとかで見るキーリーシュつけるループがついていたり、この内部ポケットもちゃんとねここで底上げされてるんで、スマホだったりイヤホンなんかをねこう収納するとき結構安心して収納できますし、取り出す時もここはファスナーわざわざついてないのでさっと取り出せますし、こうエイブルキャリーのバックパックのハーネスを取ってそのままギュッとちっちゃくしたみたいな、この小さな3つにまとまっているそんな感じの製品なので、これをどういう風に使いこなすか、どういう風に使って便利に EDC を組むかみたいなのを考えるだけで結構楽しい、そんな製品になってました。ただこれだけ機能が詰め込まれたパッキングキューブなので、正直エイブルキャリーの MAX バックパックとか MAX EDC と一緒に使うにはちょっとやりすぎかなっていう感じもします。というのも、もともと MAX EDC や MAX バックパックってポケットが豊富だったり中の構造もかなり考え込まれて収納する場所には困らないぐらい設計が秀逸にされているので、このパッキングキューブを使うと、さらに収納する場所が増えてしまうっていう意味では、エイブルキャリーの他の製品と組み合わせて使ってほしいっていう製品だとは思うんですが、僕は個人的にはもっとシンプルなバックパックだったり、中のポケットがあんまりないバックパック、ロールトップバッグとかでこういうのを使うと非常に便利に使えるんじゃないかなって感じました。言ってみればいろんなバックパックをエイブルキャリー化できる、そういった装置として捉
捉えてみると面白いんじゃないかなと思います。パッキングキューブというよりは、どんなものでもこれを使うことでエイブルキャリーの機能を装備できるインプラントとして非常に面白い製品だなって思いました。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕の開発中の新製品だったりセカンドオーナー制で僕の使った製品の次のオーナーを探す特典なんかも用意しているので、気になったらぜひチェックしてみてください。 X、Instagram、TikTok、ポッドキャストもやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。